はいどうも、むしょりチャンネルです。ミヤマカラス、リベンジしに来ました。あ、咲いてますね。先週来た場所と同じ場所にリベンジでやってきました。1週間経つと花の開花も進んで、6、7分咲きだったのが、だいたい満開近くになってますね。今回もヤマツツジの花を狙っていくんですけども、虫網はツツジの色によく似た赤いネットを使ってやっていきます。アゲハチョウの仲間はこの赤いネットを花だと認識して、一瞬気が緩んだり、一瞬動きが止まったり、この網に寄ってきたりします。蝶々は日本に約260種類いるんですけども、ミヤマカラスアゲハはその中でも1、2を争うほど美しいと言われています。昔、国鳥を決める時の候補にもなりました。国鳥を決める時に候補が3種類いたんですけども、岐阜鳥、オオムラサキ、そしてミヤマカラスアゲハと、その候補に入るほど愛されている蝶々でもあります。そして今の時期のミヤマカラスアゲハは春型と呼ばれて、長い冬をさなぎで越冬して羽化してきた個体たちで、小さいんですけども非常に色が綺麗なんですよ。これは幼虫期間に日照時間が短いと春型になるので、飼育でも作り出すことができるんですけども、このミヤマカラスの春型、夏型よりも綺麗です。春型のミヤマカラスは日本で一番綺麗な蝶々と言っても過言ではありません。ミヤマカラスをおびき寄せるトラップを設置します。これはミヤマカラスアゲハの羽の形、そして鱗粉の輝きを模して作った模型で、ミヤマカラスアゲハのオスはこれを仲間のオスだと思ってこのトラップを見かけると攻撃してきます。その瞬間は無防備になるので、これを地面にこのように設置しておくと、上空を飛んでいるミヤマカラスがこのトラップに上から降りてくるっていう、そういうトラップになってます。そして降りてきたところをこの網でキャッチしたいと思います。ちなみにこれをやる場合はオスしか取れないので、メスが欲しい人は注意が必要です。あ、これタラの芽ですね。山菜として有名で、天ぷらにするとすごく美味しいと言われています。タラの木の特徴はこのように鋭いトゲが全体にびっしり生えていて、このタラの芽自体にもトゲが生えています。新芽の場合はトゲは柔らかいんで食べるときは気になりません。でも僕はタラの芽そこまで好きではないし、登山道途中にあってみんなが大切にしている木だと思うので、これは残しておきましょう。こっちの足元にもタラの芽ありましたね。タラの木やハリギリなどのこのような山菜はパイオニア植物といって、日当たりのいい荒れた土地や土砂崩れなどの過酷な環境にまず真っ先に生えて成長していく、そういった植物です。ミヤマカラスアゲハの食草のカラスザンショウも同じくパイオニア植物で、日当たりのいい沢沿いや崖などを好む、そういった植物です。やりました。ミヤマカラスゲットしました。後ろ羽のこの辺に白い帯が出ているので、これは間違いなくミヤマカラスアゲハです。それじゃあ網から出して羽の色を見ていきましょう。網からミヤマカラスを出しました。羽の裏面めっちゃ綺麗ですね。ミヤマカラスの羽型は羽の裏面がこうやって白くてすごい綺麗なんですよ。じゃあ羽の表面見ていきましょう。オープン。はい、こちらミヤマカラスアゲハの春型の、これはオスですね。オスの羽はこの辺に黒い毛束があって、この毛束があるとオスの証です。このようなフェロモンを出すと言われている特徴的な鱗粉は製氷と呼ばれています。これがミヤマカラスアゲハのオスの製氷です。いや、すっごい綺麗なミヤマカラスアゲハですね。これ太陽光に当ててもっと色をよく観察しましょう。すごい綺麗だ。前肢が緑色で後肢が青色に輝いていますね。そして若干ね、黒っぽいんですよね。全体的に黒色の鱗粉が強め、これが低標高地のミヤマカラスアゲハの特徴で、僕こういう黒っぽいミヤマカラスアゲハ大好きですね。ミヤマカラスのオスなのにこんなに綺麗なんですね。これ日本一綺麗な蝶々って言っても過言ではないですね。残念なことにここの左の後ろ羽の尾状突起っていうんですけども、ここが欠けています。ここはね、非常に欠けやすい部分で、鳥などを天敵に狙われた時などにここに攻撃を集めて、ここを攻撃させることによって逃げ延びる、そういった特徴があります。なんで特にこの尾状突起が破れている個体っていうのは非常に多いです。はい、ということでちょっとこの個体は逃がしてあげよう。バイバイ。いや、よかった。今年初のミヤマカラスアゲハがめちゃめちゃ綺麗でよかったですね。この辺すごいヤマツツジたくさん生えてるんで、またミヤマカラスアゲハ来てくれると思います。じゃあこの辺で探していこう。宮から飛んでますね。よし、ゲット。はい、ミヤマカラスゲットしました。はい、
こちら今捕まえたミヤマカラスアゲハ、これめっちゃ綺麗だな。完品ですね。さっきの個体は美女時欠けてたんだけども、この個体はちゃんと2本揃ってますね。あとこの個体の方が後ろの帯が細くて、この赤いもんがしっかり出てるね。いい個体じゃないですか。ちょっと羽の表見ていきましょう。はい、こちら。綺麗だ。そうです。それは大紫じゃない、ね、これはミヤマカラスアゲハっていう。ああ、ちょっと写真撮らせてもらっていいですか？あ、いいですよ。頑張ってください。ありがとうございます。はい、こちらミヤマカラスアゲハのオス。さっきの個体よりもより黒いですね。意外と個体変異があって面白いですね。ちょっとこの個体はもしメスが来た時にその交尾相手として取っときましょうか。はい、ということで蝶々をキープする用のこのネットを持ってきました。はい、これね Amazon で1500円ぐらいで買えるんで超おすすめです。ここにミヤマカラスを入れて蓋を閉めれば、はい、これでしばらくミヤマカラスをキープできます。それじゃあ引き続きミヤマカラス狙っていきます。取れた。取れた？難しいんだね。うわ、あ、取れた。取っ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 た。綺麗ね。あ、青い。この表が。うん。あ、綺麗だね。綺麗だ。はい、ゲットしました。普通に飛んでたやつを捕まえました。捕まえたんですけども、これちょっと種類が違うんでよく見ていきましょう。はい、これカラスアゲハですね。ミヤマカラスとの違いはこの後ろ羽のこの辺に白い帯が入らないことですね。ミヤマカラスの針型は絶対にここが白い帯が入って、カラスアゲハの針型はここに白い帯が入らないんで、針型についてはこれで見分けられます。じゃあね、ちょっと羽の表面見ていきましょうか。はい、こちらカラスアゲハのオスです。ここに黒い毛束があるんで、これはオスです。これが成氷です。カラスアゲハの方がミヤマカラスより少し地味で、ミヤマカラスの方が結構人気ですけども、カラスアゲハの春型メスはすごい綺麗です。前にも飼育してめちゃめちゃ綺麗な個体出してるんで、こういう個体は好きですね。でもこのオスはちょっと地味かな。普通のカラスアゲハって感じです。新鮮な個体ですね。はい、じゃあこの子は逃がしていきましょう。バイバイ。秘宝トラップ一部壊れました。ここの緑色のラメがどっか行きました。でも大丈夫。裏面を使えばまだ使えます。使えるんですけども、やっぱこれによってくるのは全部オスなんで、ちょっとね採集方法変えます。このトラップを使った採集ではオスしかほぼ手に入らないんで、メスはこういうトラップには来ずに花の蜜を吸ってフラフラと飛び回ってます。なので次は花に来ている個体を探してミヤマカラスのメスを探しましょう。はい、全部で今7匹のカラスアゲハミヤマカラスアゲハのオスが昆虫ネットに入っております。交尾用に1匹だけオス残して、その他は全部逃がしたいと思います。バイバイ。もう捕まんなよ。バイバイ。それではメスを探していきたいと思います。この辺一帯ヤマツツジが生えてるんで、ここにミヤマカラスアゲハが来てくれないか探していきたいと思います。あそこに吸蜜してる。あ、ダメだ。全然外しちゃった。はい、ウスバシロチョウを捕まえました。このシーズンは山に行くといろんなとこで見られますね。東日本行くともう結構どこにでもいますね。羽が半透明で体がモフモフ、少し原始的な特徴を持ったアゲハチョウの仲間です。岐阜町なんかと少し近いですね。これ春の時期限定のアゲハチョウです。体がモフモフしてすごい可愛いんですよね。毒のある蝶々なんで、すごいふわふわっと緩やかな飛び方をします。自分が食べられないことを分かってるんでしょうね。はい、じゃあこの子は逃がしてあげましょう。バイバイ。あ、これ面白い昆虫見つけました。こちら四つ星ヒラタシデムシですね。シデムシっていうと動物の死体を食べているイメージがありますけども、こちらは蝶々やガの幼虫を主に食べる、そんなシデムシみたいですね。今の時期はちょうど新緑でガの幼虫至る所にいるんで、四つ星ヒラタシデムシの餌もたくさんあるんでしょうね。今が食べ時だぞ。ヤマツツジって本当に綺麗ですよね。ここら辺一帯はヤマツツジが自生しているので、これにミヤマカラスアゲハのメスが吸蜜に来ていないかどんどん探していきたいと思います。はい、捕まえましたけど、これもオスですね。じゃあこの子も逃がしてあげましょう。バイバイ。青葉せせりが飛んでますね。
ちゃいいけど、あんな高速で飛ぶセセリチョウを捕まえるのは無理でしょ。セセリチョウの仲間は飛ぶのがめっちゃ速くて、どのぐらい速いかっていうと、ほぼ瞬間移動ですね。網なんかじゃ絶対に追いつけないぐらいの速さで飛ぶんで、止まってないとほとんど捕まえられないですね。救密してる。あ、はい、こちらコジャノメです。雑木林的な環境に生息している蝶々で、でもそんなに多いわけじゃないですね。普通種すぎず珍しすぎず、いい感じ、そんな感じの蝶々です。じゃあこの子は逃がしましょう。バイバイ。はい、このチャンネル初の蝶々をゲットしました。これじゃあ早速網から出していきましょう。はい、こちらタテハチョウ科の墨流しっていう蝶々です。さっき青葉セセリを紹介したと思うんですけども、それと同じ植物を食べて育ちます。アワブキっていう植物ですね。タテハチョウなんでかなりテリトリーを張る習性が強くて、今回もねテリトリーを張って他のミヤマカラスアゲハとかを追い回してました。なかなか墨流しを取る機会がなくて、10年ぶりぐらいに採集しましたね。すごい綺麗な蝶々だな。これ羽の表を見せますね。羽の表はこんな感じ。書道で使う墨、墨汁を紙に流したような渋かっこいい羽の模様してますよね。これを墨流しって名付けた人は天才だと思います。こうやって角度によって色が変わるのもいいですね。ちょうど墨流しがここにテリトリー張ってるんで、叩いておびき出してみましょう。飛びましたね。はい、見えましたか？このようにテリトリー張ってる墨流しはその場所をすごく大事にするんで、こうやってちょっと木を揺らされても一瞬驚いてそのテリトリーを離れるんですけども、また同じ場所に戻ってきます。そのテリトリーを離れるんですけども、また元の場所に戻ってきましたね。何回でも同じ場所に戻ってくるんですよね。タテハチョウってこんな風にテリトリーに固執するんですよね。だんだん網を警戒するようになってきましたね。はい、墨流しの面白い生態でした。はい、また新しい蝶々捕まえました。こちらモンキアゲハ、でげえ南方系のでっかいアゲハチョウですね。後ろ羽のこの辺に白い紋が入るのが特徴です。昔は南の方にしかいなかったけど、温暖化の影響かどんどん生息地が北上していますね。羽の表はこんな感じ。じゃあこの子は逃がしてあげよう。バイバイ。はい、どんどんミヤマカラスアゲハ捕まえられるんですけども、全部オスですね。お腹の先端がカパッと割れる構造をしているんで、このミヤカラはオスです。こっちのミヤカラもそうですね。こんな感じ。いや、めっちゃ綺麗だけどな。めっちゃ綺麗だけど逃がしましょう。バイバイ。はい、これもミヤカラのオスです。すごく綺麗ですけども、今探しているのはメスなんで、これも逃がします。バイバイ。いた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 。あそこに1匹いる。やったやった。やっと花に来てる個体を捕まえた。はい、こちらカラスアゲハのオスでした。なんかこのカラスアゲハちっちゃいな。はい、羽の表はこんな感じ。なんかすごいブルーが強いカラスアゲハですけども、これはオスなんで採卵には使えません。じゃあこの個体は逃がしましょう。バイバイ。花に来てるからってメスとは限りませんよね。オスだって花の蜜吸いますから、もうちょっと粘ってみたいと思います。また来てる、また来てる。あれはミヤカラだ。はい、これはミヤマカラスアゲハのオスでした。今日何匹目でしょうか。残念ながら全部オスです。ここに黒い毛束があるとオスです。じゃあこの子はオスなので卵を産ませることはできないので逃がしましょう。バイバイ。まためちゃめちゃ綺麗なオスが来ました。全体的にオスの状態がいいんで、もしかしたらメスの時期じゃないかもしれないですね。じゃあこの子は逃がす。バイバイ。はい、今日の採集お疲れ様でした。いいものが取れたのでハーゲンダッツでお祝いしたいと思います。いただきます。完食しました。ごちそうさまでした。たくさんのミヤマカラス見て分かったんですけども、多分まだメスはあまり羽化していないんじゃないかなと思います。蝶々全般オスが先に羽化して少し遅れてメスが羽化するんですよ。今日見た感じオスの数はすごく多かったんですけども、多分オスの発生はすごく最近です。それと花に来てる個体も全部オスだったので、
やっぱりまだメスは発生してても本当に少ないんじゃないかなと思います。卵を取るためのメス狙いはすごいボロボロのオスが混ざるような時期が一番いいです。そうじゃないとメスの数も少ないし、交尾済みのメスもさらに少ないです。なのでちょっと今回はミヤマカラスのオスはたくさん見れて、すごく綺麗な個体を観察することはできたんですけども、ミヤマカラスの採卵用のメスを捕まえるシーズンとしてはまだ少し早かったのかなと思います。でも今回はミヤマカラスだけじゃなくってスミナガシとかアオアセセリとかいろんな蝶々を観察できたので、今回の採集としては非常に満足です。今年は少なくともあともう一回メスを探しにミヤマカラスの動画を作ると思うんで、乞うご期待っていうことで今回はこの辺で失礼したいと思います。またね、バイバイ。